皆様こんにちは。ついにレカロシート SR6 を導入しましたので、今回はレカロシート導入にかかった費用、Swift スポーツ純正シートとの比較、レカロのシート素材の違いについて、実際に乗ってみての感想の4つをこの動画でお伝えしていこうと思います。ちょっと長くなりますので、概要欄に目次を貼っておきますので、ぜひ目次機能を活用して知りたい情報を知ってください。僕のチャンネルでは主に Swift スポーツに関する動画を公開していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回買ったのがレカロの SR6 というモデルになります。実は前に乗っていたマツダのアクセラにもレカロシートをつけていたので、レカロ歴は今で10年ぐらいですね。今回新たに買った SR6 の値段ですが12万1000円。その他にシートレールが必要です。車検を通すにはレカロ純正のシートレールが必要で、レールの価格は2万2000円。レカロシートは基本的に値引きはないです。なのでカタログに載っている金額そのままですね。ただしレカロフェアというセールが不定期で開催されています。その時に買えばシートレールが半額になったり、工賃が安くなったり、イベントごとに値引きの種類が変わるみたいです。今回僕はスーパーオートバックス浜松のレカロイベントに実際に行っていろいろと座ってから購入しました。今回のレカロフェアではシートレールが半額やったんですが、買ってから気づいたことがありまして、オートバックスのウェブ限定でたまに 10% オフとかウェブ限定セールの時があるので、その時に買えば通常割引対象にならないシート本体も割引になるので、さらに安く購入可能ですね。計算したら約5000円ぐらいレカロフェアで買うよりもネットの方がさらに安かったです。正直最近思うのですが、Amazon プライムの会員になって Amazon で買ったり、楽天のセールの時に買うのがいろいろと安く買えるので、お店で買うメリットってほんとなくなってきてますよね。特に浜松みたいな地方に住んでると、時間かけて店舗行っても結局在庫切れとか、そもそも取り扱いしてないとか、値段が高くてネットの方が安いことがほとんどです。特に浜松の某家電量販店とか明らかにネットの方が安いので、ネットで買うと少しでも節約できると思います。ただし店舗で買うと何かあった時に持ち込んで確認してもらえるメリットもありますね。ちょっと脱線しましたが、今回シート導入にかかった費用は、シートが12万1000円、シートレールが半額の1万1000円、取付工賃8800円の合計14万800円でした。シート交換自体は約1時間かからないぐらいでした。外した純正シートは家に置いてます。今回シートを買う前にレカロ以外に日本のメーカーのブリッドも検討しました。今年2021年になって新しく発売開始されたブリッドのセミバケのストラディア3は見た目めちゃくちゃかっこいいんですけど、シートだけで17万、そこからレール取付工賃合わせると20万超えてくるので諦めました。実際にブリッドのイベントに行ってストラディア3にも座りましたが、ホールド性はブリッドのセミバケの方がありますね。ほぼフルバケな感じのホールド性でした。その分乗り降りがしんどかったです。ブリッドもイベントを定期的に開催しているので、イベントに行けば実際に座ってどんな感じか体感できますので、実際に座ることをおすすめします。10万以上の買い物なので絶対に座って自分で納得してから買うのがいいと思います。座ってみたら思ってたよりシートが小さくてきついとかあるので、僕の場合今回ブリッドのセミ分けが思ったよりきつかったのでレカロにしたというのもあるので、ぜひ実際に座りに行きましょう。一番気になるところだと思うんですけど、果たして Swift スポーツ純正の椅子とレカロでは座高がどれくらい下がるかについてなんですが、レカロを取り付ける前に純正シートの目線の位置にマスキングテープを貼って比較しましたので、
そちらの映像がこちらです。こちらが純正シートの目線の位置、こっちがレカロの目線の位置。測ってみたら約2センチ下がりましたね。2センチなので正直めっちゃ下がった感じではないです。10年前にシート交換したアクセラの時はめっちゃ目線が下がって、その低さになれるまでに時間かかるぐらい座高が下がったんですが、スイスポに関しては気持ちちょっと下がったかなという程度でした。なのでめっちゃ下がったって感じでは正直ないですね。レカロの人にも買う前に言われたんですが、レカロ純正のシートレールが構造上そこまで下がる作りにはなっていないとのことで、スイスポ純正のシートレールと比較しても数ミリ程度しか下がっていないと言ってました。2センチ以上もっと下げたい方はローポジションの車外シートレールを買って取り付けると目線はさらに下がると思います。ただレカロ以外のシートレールで取り付けると車検に通らなくなるので、車検を通すならレカロ純正ですね。ただ下げすぎると前が見にくくなって公道での運転に影響が出てくるので、僕は2センチ下がるぐらいが十分かなと思います。身長178センチですが、2センチ下に下がったことでベストな位置になったと思います。スイフトスポーツが納車されてからずっともうちょっと目線が下がればスイスポ快適になるのになぁとずっと思ってたので、交換してほんと正解でした。間違いなく前が見やすくなり、運転もしやすくなりましたね。今回買った SR6 にはシートの素材が2種類ありまして、安い方がバケットシートでよく使われている布を使ったシート、もう一つが通常のシートの生地だけではなくグラスメッシュというメッシュ素材を使われて作られたシートです。レカロもブリットもそうなんですが、シートの素材は大体が普通の布なので、夏場とか長距離運転してるとめっちゃ背中とか腰回りが蒸れます。これ市場では気づかないポイントです。僕は10年前ぐらいに初めてレカロを買って、もちろんそのシートはグラスメッシュではなく普通の布だったので、夏場とか長距離運転でめっちゃ蒸れてかなり背中が不快でした。それがずっと嫌で、夏だけメッシュのクッションみたいなのを背中に置いて運転してました。それぐらい結構熱がこもって蒸れますね。今回のグラスメッシュは通気性がいいので蒸れることもなく快適です。最近レカロを取り付けてから初めてこの暑い中長距離運転しましたが、蒸れることもなくめっちゃ快適でした。グラスメッシュ素材を使ったシートなので、その分値段も2万円高くなってしまうんですが、10年レカロに乗って夏場に蒸れることを知っていたので、多少高くてもグラスメッシュ素材一択でした。もしレカロを買おうと思っている方がいれば絶対にグラスメッシュ素材をおすすめします。今回ブリットを買わなかった理由はシートの素材がメッシュじゃなかったということもありますね。それだけ暑い日に蒸れると不快です。2万アップになるんですが、10年ぐらい余裕で使えるシートなのでメッシュ生地の方が長い目で見ていいと思います。SR6 を取り付けてから今で約1ヶ月ほど乗りましたが、やはりホールド性は抜群ですね。まあ前もレカロに乗っていたので知ってましたが、さすが12万の価値がある椅子です。スイフトスポーツのシートは一応セミバケットシートとして謳われてるんですが、レカロやブリットに座ったことがある人であればやはり物足りないと思います。何より今回のレカロシートは肩の部分がせり出していて、太ももから腰回りにかけてもがっつりサポートされるシートの形になっているので、本当運転していて体がブレることがないです。純正シートだとカーブを曲がるときに体がシートから若干離れて姿勢が不安定になることあると思うんですが、レカロとなると一切動かなくなるので完全に椅子に固定されます。なのでめちゃくちゃ安定します。
ほんとこれ冗談のように聞こえるんですけど、バケットシート入れたら運転が上手くなったような錯覚に陥りますね。姿勢が完全に固定されることで、カーブの時に目線がずれたり姿勢が崩れることもなくなるので、純粋にハンドル操作に集中できます。あとはレカロの特徴なんですが、乗れば乗るほど運転手の体型に合わせてシートのウレタンの形が整うようになります。乗り始めは少し肩のあたりがきついなぁと思ってたんですが、1ヶ月も乗れば一切その感じが消えましたね。レカロの人もそれが当社の売りでもあると言っていましたので、乗れば乗るほど体にフィットして快適になる椅子ですね。最後にレカロ交換のメリットを一つお伝えすると、完全に体が固定されることで逆に疲れにくくなることです。腰痛持ちの方で純正シートで2時間も運転していると腰が痛くなる方いると思うんですが、実際僕も 2,3 時間ぶっ続けで運転していると腰が痛くなって結構疲れが溜まってました。それがレカロに変えたことでその腰痛が一切なくなりましたね。運転の疲労感もだいぶマシになってます。これは言ってなかったんですが、最近私実はぎっくり腰になりまして腰が痛すぎたんですが、レカロに座って運転している時はそこまで痛むこともなかったので、体が固定されて動かないからこそ痛むことも少ないんやなと体感したので、間違いなく腰痛に効くと思います。レカロ腰痛で Google 検索してもらえれば大量の記事が出てくるので、気になった方はぜひ検索してみてください。以上が今回のレカロ SR6 についてのご紹介でした。SR6 以外にも肩のサポートが小さい SR7 やさらに高級な本革レカロシートとかもあるので、ぜひ気になった方はレカロのイベントに行って実際に座ることをおすすめします。レカロシートに10年以上乗ってますが、シート自体は10万円以上とかなり高いんですが、もし違う車に買い替えたとしても外して新しい車にまた取り付けることで乗り慣れたシートで運転できるので、ちょっと高い投資にはなるんですが10年とか壊れずに乗れるのでいいカスタムだと僕は思います。この動画が参考になったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でありがとうございました。